皆さんこんにちは。アキラの世界を元気にするスピリチュアルトークのお時間になりました。いつもご覧いただきありがとうございます。さあ今日はですね、神様とつながっているのに意外と気づいていない人の3つの特徴ということでお話ししていきたいと思います。この動画を見ていただくとですね、本当に本人は気づいてなかったりするんです。でも、すごいあんた神様とつながってるよ、そういう人がわかるようになりますので、興味ある方は最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。さあ、神様といってもですね、いろんな形ね、世界、どこに行ってもですね、違う神様がいたり、本当に竜神様とか自然霊とかっていうのもありますが、今日お話しするこの神様というのはですね、目に見えない世界での波動の高い、そんな大きな存在とかエネルギーというものなんですけども、こういうものにですね、強くつながっているっていう人がいるわけなんですね。で、このつながってるのに全く気づいてないっていう人もいるわけなんです。はい。そういう人にぜひ気づいてほしいなと思って今日はこの動画を作ることにしたんですが、まずですね、神様とつながっている人、その人はどういう意味でつながっているのかっていうことなんですけども、これもね、理由っていうのはいろいろあるわけなんです。例えばですよ、過去世ですごく神様とつながっていた、または神様を大切にしていたっていうような人がですね、生まれ変わって、また輪廻転生して生まれ変わってきてですね、やっぱり神様とつながって、そしてその上で何かしようとしていたりですね、またはご先祖様とかがつながっていて神様と、そしてそのご加護みたいな感じでですね、受けて神様とつながっているっていう人もいますし、または全くそんなのなかったのに、ある年齢になったら急にステージが上がってですね、神様とつながり始めるっていう人もいるわけなんですね。ですから神様とつながるっていうのは本当にいろんな理由とか条件とか状態があったりするわけなんですけども、またこの神様とつながっている人っていうのは特徴もあったりするわけなんです。で、これがですね、霊感の強い人っていらっしゃいますよね。そういう人っていうのは、神様と繋がってるとかですね、今神様がこうしたなとか、神様助けてくれてんだっていうようなことがよく分かったりするわけなんですけども、実はですね、自分は、霊感なんて全然ないんです、ないんですって言ってる人なんだけども、本当ガチで気づかずにですね、僕らから見てると、めちゃくちゃ神様と繋がってるやん、この人っていう人がいるわけなんですね。そういう人っていうのは本当に自分でですね、気づいてるっていうことに気づくとですね、人生の受け方とか、その繋がってるということを上手に使ったりすることができるので、ぜひ、気づいてほしいなと思うわけなんですね。はい。ということでですね、今日は神様と繋がっているのに意外と気づいていない人の3つの特徴をご紹介していきたいと思います。特にですね、私霊感ないんです、神様と繋がってませんとかって思ってたりするけども、あったかもっていう風に今日はね、気づいていただきたいなと思うので、皆さん確認していただきたいと思います。それではまず一つ目。一つ目はですね、その人独自の考え方とかやり方を持っているということです。これね、神様とつながる人っていうのはすごくね、独自の考えとかやり方とかはね、しっかり持ってたりするわけなんです。だから結構孤独に暮らす人も多いわけなんですね。で、がっつりつながってる人っていうのは、本当に孤独に暮らしてる人っているじゃないですか。例えば、仏像を作る人とかって言いますよね。この仏像を作ったりする人っていうのを作るときにですね、やっぱり神様のようなものにつながって、そしてエネルギーとかももらいながら作ったりする人もいるわけです。こういう人っていうのはですね、こういう時に特に、別に誰とも接しないとかそういうわけじゃないんです。普通の日常の生活をしてるんですけども、すごくその仏像を作ったりするときに自分の世界にこう入っていったりするっていう時があるわけなんですね。で、結構孤独に暮らしてたりするわけですよ。で、これとは別にですね、全く自分が神様とつながってるっていうのに気づいてないけどもですね、この孤独というか自分の考えとかやり方を独自のものをしっかり持っている人っていうのがいらっしゃるわけなんですね。で、こういう人っていうのはもちろんさっき言ったみたいに自分の世界にぐーっと入って孤独に生きてるっていうわけではないんですよ。みんなと同じことをしていたりですね、みんなと同じようなことを言ったりしてるわけなんです。だからみんなと楽しそうにやってるんですけども、
でもどっかが違うわけなんですね。みんなと同じようなことやってるけど、その人だけ自分独自のやり方を持ってるわけなんです。例えば、みんなが、いいね、って言って、じゃあこうしようよって言ってるけど、なんかその中に、自分はこうしてみようかなとか、それでトライしてみたり、そこでですね、いや、みんながこうしてるから、私はこうやっちゃいけないんだとかいう考えもなく、自然と、じゃあ、みんなは青って言ってるけど、私緑やってみようとかって言ってできてる人。こういう人が実はですね、神様と繋がっていたりするわけなんですね。で、その人、よく僕らみたいな人が見てると、その人だけみんなと一緒にいるんだけど、何かね、エネルギーとか存在が違ったりするわけ。結局、周りの人に流されないで、きっちりちゃんと自分の考えとか自分のやり方っていうのを持ってて、それをやり通してるっていうことなんですね。こういうふうに神様と繋がっている人っていうのは、本当に知らず知らずのうちに自分が何をするべきなのかっていう感じのですね、考え方とか行動にすごく安定があるわけなんですね。だから気持ちもすごく安定していて、特に何かがあるっていうわけではないけども、幸せに感じていたりするっていうことがあるわけなんですね。はい。そして二つ目は、器用でいろいろなことができるっていうことです。これはね、神様と繋がっている人っていうのは、やっぱり神様の手助けがあったり、神様がやってほしいことをやったりしないといけないので、神様がいろんな意味で手助けをしてくれてたりするわけなんですね。ですから、意外となんか違う分野のこと、いろんなことができたりするっていう人が多いわけなんです。例えばですね、スポーツがすごく得意な人がいます。でこのスポーツが得意な人、ね、例えば空手やってたんだけども、サッカーとかスキーとかやってみたらすごくそっちもうまいっていう人もいます。これもね、実は神様が繋がっていて助けてくれてたりすることも多いんですが、これとは別にですね、気づいていないっていう人はどういう感じかっていうと、スポーツもできるんだけども、歌もできる。そしてなんか事務処理もできるんですよみたいな。決してスポーツでオリンピックに行くとかそういうことじゃないかもしれないけども、なんかやらせたらこれもできる。これもできるじゃん。これもなんとなくできるんだねみたいな人っていますよね。こういう人っていうのは結構神様と繋がっていてですね、神様の手助けを受けてたりするということなんですね。はい。だから、こういう人っていうのは僕らからするとすごく人気も得やすいし、注目もされやすいし、意外と、使い勝手がいいので、ね、一緒になんかやろうよっていうふうに誘われてですね、なんか知らないうちにそうやってやっていたりするっていうことがあるわけなんですね。はい。でも、こういう人っていうのは実は自分がすごいっていうことに気づいてないわけですよ。だって自分の中では普通にできちゃうから。ね、でも、外から見てると、あの人いろんなことできるね。このことができるんだっていう人っていますよね。そういう人っていうのは意外と本人は気づいていないけども、神様と繋がっているということでございます。そして三つ目は、目に見えない世界に感謝をしているということですね。これね、昔お天道様が見てるからねっていうふうにおじいちゃんおばあちゃんとか結構言ったりしていましたが、あの感覚をですね、自然と持っている人っていうのは神様と繋がっていたりするということです。例えばスピリチュアルとかすっごい好きだったりしたらそういう考えを持ってたりするっていうのもわかるし、なんですけども、別にスピリチュアル興味もないし、普通に生きてきたっていう人でも、なんとなくこのお天道様が見てる、何か見えない世界の人が助けてくれてる、そこに感謝したいっていう人っていますよね。こういう人っていうのが、気づいていないけども、神様とすごく繋がっているということなんです。だから子供の頃からよく神社とかお寺に行く習慣を持っているとかですね。または、嬉しい時、とかにですね、うわもうありがとうね、神様とかお天道様ありがとうみたいな感じの気持ちに自然となっていく人、こういう人が気づいていないけども、神様にすごく繋がっていて助けられていたりするということなんです。はい。こういう人っていうのはもちろん親の影響とかですね、周りの人の影響などをすごく受けているんでしょうが、それも意味があって起こっているということですよね。はい。こういう人っていうのは神様とすごく繋がっているということをですね、自分で自覚して、そしてよりもっと感謝をしていくっていうことをするといいと思うんですね。で、この話をしたもの、私、全くなかった。神様と繋がってないのかしらって思う人もいるかもしれません。繋がっていないかもしれません。でもね、安心してください。神様と繋がるっていうのは、心がけでどんどん変わってくるということなんですね。ですから、今は、なんか、アキラさん、私、神様と繋がっていないかもって言って、思っちゃった人もいるかもしれないんですけれども、実はこのさっき言ったですね、神様の存在っていうものに意識を向けて、
そういうものっているのかなっていうふうに思い始めるとかね。まさにさっきのお天道様を見ている神様、いつもありがとうございますっていうような感じの心を持って感謝をしていく。この気持ちを持つことでどんどん変わって神様ともつながるっていうことにつながるし、そうするとですね、神様がより私たちを助けてくれたりして、僕たちも安定して幸せな気持ちになっていくっていうことにつながるっていうことなんですね。はい。ですから、神様とつながっているのに意外と気づいてない人いますので、ぜひ自分のこと、周りの人をチェックしていただきたいと思います。この番組ではこのようにスピリチュアルとか芸のこと、海外のことなんかもお話ししています。そういうことに興味があれば、ぜひチャンネル登録をしていただき、アキラの部屋のメンバーになってください。そして、今日お話ししたですね、神様と私繋がってるのか、それを感じたい、そういうのをちょっと見てみたいなっていう人っていますよね。そういう人におすすめなのが、今僕がやっているヒーラー&霊性開花講座でございます。これは7ヶ月の講座なんですが、直感を磨いてですね、どんどんスピリチュアルな世界を理解していったり、またはそこと繋がっていったり、メッセージを受けたりっていうことを7ヶ月でできるというマンツーマンでですね、僕と勉強していくっていう講座でございます。はい、こういう神様と繋がりたい、神様の繋がってるのを理解したいっていう人はですね、ぜひこちらの概要欄にある講座をですね、見ていただきたいと思います。それでは今日も皆さんに愛をお届けして終わりたいと思います。よろしいですか？では、みんなの幸せを祈って、ミラクルラブ届いたかな？それではまたお会いしましょう。さよなら。